はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。はい、ということで、僕はね、今、これまであまり皆さんにお見せすることのなかったアロマン家の2階にいます。過去に一度ね、この2階の様子っていうのは、ルームツアーで皆さんにお見せしたことがあると思うんですけど、今日改めてね、ちょっとじっくりね、この2階の様子を皆さんにね、お見せしたいなと思います。で、なんでね、このタイミングで急にまた2階のルームツアーやねんっていうことなんですけど、前回ね、1階の、リビング、南側にね、無事4枚窓と2枚窓つきましたよね。で、LDK はコンパネまでですけど、一応床はつきました。で、1階はだいぶ区切りのいいとこまで来ましたと。で、そのままリビング作っちゃえばいいじゃない。ね。キッチンも作っちゃえばいいじゃない。その方が生活しやすいじゃない。それはそうなんです。でもね、そうもいかないんです。っていうのもですね、1階をきれいに仕上げてから、その後2階の工事にかかった場合、ホコリやら、おがくずやらが全て1階にバラボロ落ちて、せっかくきれいに仕上げた空間が台無しになるんですよ。なので家っていうのは仕上げるのは上からなんですよね。ということで、アロマンチャンネル、これから2階編に入っていきます。2階編に突入するということで、改めて、ね、皆さんと今一度2階のね、この現状、様子っていうのをおさらいしようと思って、今回ね、ルームツアーを撮ろうと思った次第です。で、やっとね、この2階の工事にかかれるということで、僕はね、今めちゃくちゃワクワクしてます。ほんまにワクワクしてる。っていうのもですね、僕がこの家を購入するって決断したその決め手っていうのは、この2階部分のね、これ、上。この梁なんですよ。これがたまらんのよ。はい、見てください、この梁。もうほんまにね、涙が出るぐらい芸術的なんです。今日こんな太い梁使ってる家ね、なかなかないですよ。はい、で、ちょっと詳しく見ていきましょうか。どこがいいかな。ここがいいな。ここのこの部分見てください。このね、梁の後方、これね、小屋組っていうみたいです。まずね、一番下にこれね、通ってるこの太い梁。これがね、1の梁。はい、まず1の梁が通ってますよね。で、そこの真ん中にこれね、はい、塚が立ってます。で、塚の上にまたこれ、2の梁通ってますよね。で、そこからさらにまた塚が立って、3の梁。ね、3段構えになってます。はい。で、さらにその上に、ズドーンとね、あっちまでね、これちょっと暗くて見えないんですけど、あっちまでね、これ梁が通ってます。これすごいよ。この1本がめちゃくちゃ太い梁が3段構えになってんねんもん。ほんまに芸術的。素晴らしい。これも美しいよね。すごくないですかね。もうやばいでしょ。すいません。僕がね、この梁を見るとついついね、昔のこの大工さん、匠の素晴らしい技術を感じて、もう熱くならずに入れないんです。すいません。もうちょっとキリないんで次行きましょう。はい。はいね、ちょっと2階は暗いんで電気焚きました。はい。でね、このね、梁、すごいのはもちろんなんですけど、この大黒柱もやばいんですよ。これ、下からね、ズドーンと通ってて、これも綺麗に真四角に加工してるもんな。すごいよな。で、壁はね、当然ながら全てね、土壁です。土壁。で、こっちにはね、なんかね、ちょっとね、部屋らしきスペースがあるんですよ。これ太鼓やな。すごい。はい。で、ここにも使わなくなったね、ちょっと建具がいっぱいありますね。これ昔ながらのランプやな。いいね。めっちゃ味わい深い。で、これなんでしょう。これ物差し？いや、絶対違うよな。ちょっとわかる人いたらこれ何か教えてください。はい。ということで、こっちにはなんかね、木箱がありますね。この中何入ってるんやろ。なんかあるね。これなんでしょう。これちょっと見てみましょうか。なんか布切れやな。なんか字が書いてるよ。これ多分あれや。上りや。旗や旗。はあ。なるほど。これは全部旗やね、これ。はい。で、こっちのこの木箱。これすげえ。これアンティーク好きはたまらないんじゃないですか。わあ、
この取っ手なんかすごいいいやん。うわなんかお宝入ってるか思ったけど入ってませんね、さすがに。すごい。でこの箱はなんか字書いてますね。なんだろうこれ。朝日地下日本旅株式会社。わすごい、この株式会社とかこれ昔のこれ反対字やん。朝日地下わかった直旅や。朝日多分じゃあ日本朝日直旅株式会社。いやすごい。でこっちには太鼓や。わあちゃんと音鳴る。これ多分ねお祭りかなんかで使ってた太鼓やと思います。この太鼓やな。ちょっと綺麗にしてゆくゆく床の間とかに飾りたいな。はい。でこっちがなんか真ん中にこうやって壁がつけられててちゃんと仕切られてる部屋みたいになってますね。ほんまや。ここには鴨居もあるし建具も入れるようになってたんや。昔はじゃあここで生活してたんですかね。寝室みたいな感じで使ってたのかな。でここにはねこういう感じでね断熱材が敷かれてます。でこの断熱材はうちのね寝室の天井裏に当たるところですね。だからこれの真下には寝室があるということです。でこれね上は吹き抜けで梁がしっかり見えるようになってるんやけれども、ここだけこれ天井ついてるんですよね。今これ天井ついてると上の梁がしっかり見えなくてもったいないんで、この天井はね確実にこれ解体すると思います。で実はこの2階ねこのスペース面白っていうのがねこのね1段上がった奥なんですよ。ちょっと見てみましょうか。これ見てピンとくる人いますかね。ここ昔はね養蚕部屋やったんですよ。ここでねお蚕さんを飼って繭をね作ってたんでしょうね。だから当時のねこういうねほら機械が残ってます。こういう歯車のちょっとねこれね上がってみましょうか。この奥がねさらに薄暗いんですよね。よいしょ。うわすげえ。ここはもう梁がほらめちゃくちゃ低い位置にある。やっぱり1段上がってるから。すごい。こっちからほらここの天井裏しっかり見える。梁がやばい。かっけえ。この距離で改めて梁見たらやばいな。ふっとすげえ。これ昔の棟梁さんがなんか書いてるよ。なんて書いてんのやろ。ちょっと待って、達筆すぎて読まれへん。これ車辺にこれ何やろ。車辺にこれ多分軒っていう字や。軒。これが角やね。角。角っていう字や。軒角ららって何でこれは8寸やね。8寸。8寸は読めるわ。軒角ら8寸。ここも読まれん。軒角。これやっぱりちゃんとこれ梁に名前つけてんねや。この梁はどこに来ますよっていうのをちゃんと書いてんねやろうね。この梁にもなんか書いてる。すごい。これ隅でこれ多分中心線出してんねやわ。ほら水平の線がピューって通ってる。ここになんか書いてるよ。やばい。これもう全然読まれへん。こっち見て。これもほらやっぱり軒角ら三寸なんちゃら。ここなんか違うの書いてる。これ何？わかった。これもやや。もやってこれね一番屋根のとっさきにある一番上のこの梁横木、これもやって言うんですよ。これだからもや下
燃やしたもうわからんな。達筆。なんかあれやね、アルファベットでいうとこの筆記体みたいな書き方やから、ほんまこれ読まれへんわ。でね、この塚にもなんか書いてる。2やね。ひらがなの2にしたこれ4やね。これはこれ平や。平の4や、ここ。ここはこれ何？これ2や。あ、わかった。じゃあこの列は2や。これ2の3やで、これ。2の3。これ2の4。ってことはこれ多分2の5や。ほら、2の5や。で、僕ほら、2の6や。なるほどね。わかったぞ。ちょっと待って。解読してきたぞ。わかった。で、そんなのこれはこっちはこれははーか。はーかほうやね。あ、わかった。これあれや。この塚は、いろはにほへとになってんねや。ね？いろはにほへ？これへやん。ほはどこ行った？ほがない。ちょっと待って、上にもなんか書いてるよ。ちょっと待って。やばい。これ解読がおもろすぎる。これが、これほら、やっぱ書いてる。燃やしたら三寸。何あれ？わかった。あれは胸や。胸1。ほら、それ胸2ちゃうか？胸2やわ、多分。なんか奥なんかあるよ。これあれや。ここにね、なんか、木の札みたいなのがあるでしょ。木の札。これがあれや。なんかね、これ前インターネットで調べてたら出てきたんですけど、なんかね、こう今でもこれある文化みたいで、胸上げ、家を胸上げするときに、そのね、大工さん、棟梁さんか大工さんかの名前を書いて、で、さらにそこの家の施主さんの名前も書いて、で、それを神主さんがなんかお祓いかなんかをして、で、家の一番高いところになんか貼るみたいなんですよ。それや。で、うちの場合、あれ、お札じゃなくて木の札や。木札。これが胸上げの時にするやつやから、多分あれ、125年前。125年前のやつや。やば。ちょっと待って、ここの針見たらわかった。これね、五寸、上がりや。上っていう字や。ってことは、さっきのは、軒角ラ。すいません、ラはちょっと解読できてないです。軒角ラ。八寸上がりや。ね、軒角から8寸上がってますよっちゅうことでしょ。ちょっと昔の大工さんと共鳴し始めてるアロマンが。あかん。ついつい僕の悪い癖でこのルームツアーほぼほぼ針の紹介しかしてない。やばい。いやでもほんまにこの針、今はね、こうやってめっちゃ埃かぶって松屋根とかも出てちょっと汚い感じですけど、これ綺麗に磨いたらめっちゃかっこよくなると思います。はい。で、これね、この養蚕のこの機械。これすごいな。これまだ動くんかな？うわ、すげえ！動く！うわ！これ、下のこのペダルを、こう、踏んで、こう回すんや。すげえ！ちゃんとまだ動く。ほら。やべえ！これこそ床の間飾らなあかんやん。こっちはあれやで。手回しやで。わ！ちゃんと回る。すげえ。この機械もこれもどうやって使うかは全く見当もつかんけど、これもこっちこうやって回せるようになってるな。こう回せるわ。うわー、回せるけど全く使い道はわからん。この3点セット、これ床の間に飾りたいよ。これかっこいい。で、この奥、ここに戸袋あるな。これちょっと開けてみよう。よいしょ。ちょっとね、ここめっちゃ暗いし、一回空気の入れ替えもしたいから開けたいね。これしっかり釘で止まってるな。おっ、すごいね。
明かりが入っていた。これ取ったら雨が入ってきちゃうんか。残しとくか。はい、というような感じでいかがだったでしょうか。もうすごくないですか？もうほぼほぼルームツアーの8割方、もう針の紹介しかしてへんけど。でもこの針がね、この家の価値っていうのを物語ってますよね。こんな太い針ほんまなかなか使えへんもんな。昔ね、ここはね、庄屋さんやったみたいなんですよ。でね、いやらしい話、当時ね、相当お金かけてここは建てられてると思います。だからね、ここをね、綺麗にリノベして再生したら、もうほんまにえげつない家になると思います。125年前の大工さんね、匠が作り上げたこの素晴らしいお家が、ここの施主さんのね、先祖代々受け継がれて、今や僕の手に渡ったわけです。ね、アロマン邸になったわけです。だからね、僕がそのバトンを受け取って、何としてもね、このお家を素晴らしいお家にね、再生したいと思います。はい。僕で大丈夫？素人やけど。大丈夫？なんとかしてみせますよ。2階のね、構想もね、僕の頭の中でも結構描けてて、こうしよう、ああしようっていうのはもう、大体は決まってるんですけど、なんせこの2階も広いです。広いから、相当時間かかると思いますよ。ここを全部仕上げようと思ったら。多分今年いっぱいはずっと2回編やってると思います。今年で多分終わらないですね。来年もまたぐと思います。時間はね、たっぷりあるんで、ゆっくりゆっくり丁寧にね、素晴らしい空間にしていこうと思います。はい、ということで次回はこの築125年古民家再生2回編の第1話になるわけですけど、まずね、掃除から。もうね、えげつないです今。もう梁もこれ床もえげつないんで、まずは掃除から。はい、ということで本日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。